今回はこの車両に迫ります。前回の入門編では防衛省が発表した無人の水陸両用車計画について、その経緯や目的、日本が置かれている現状についてもお話ししました。まだ見ていない方は概要欄のリンクからぜひ合わせてご覧ください。この詳細編では開発中の無人水陸両用車がどんな機能や特徴を持っているのか、またそこから垣間見える海外の水陸両用車事情まで詳しく見ていきます。世界には小型車から大型のものまで様々な戦闘車両が存在します。こうした戦闘車両の最新技術を話し合う国際会議があるのはご存知でしょうか。それが毎年イギリスのロンドンで開催されている国際装甲車会議、通称 IAV です。日本で報道されることはないですが、各国の最新車両や技術が発表されるだけでなく、今後の陸上戦闘のトレンドも把握できる貴重な場でもあります。そのため参加国は約40カ国に上り、毎年700人以上の国防関係者や軍事産業界のリーダーが集う大規模な専門会議となっています。この IAV で2023年の開催時、日本の無人水陸両用車について情報が公開され、海外の専門家からも大きな反響がありました。ではここからはその明かされた情報を一つずつ見ていきましょう。まずは名前です。無人水陸両用車の開発プロジェクトは将来水陸両用技術研究と呼ばれており、その英語表記のアルファベットから車両は FAT-R と呼ばれていました。なぜ車両まで英語で呼ばれているかというと、実は現在日米共同開発で進んでいるからです。詳しい方ならお気づきかもしれませんが、もともとこの車両は2010年代に三菱が開発していた MAV という水陸両用車がベースになっています。当時は水上の高速性が話題でしたが、ちょうどこの頃アメリカでは後継開発に失敗していたこともあり、強い関心を示していました。そして2019年、三菱とアメリカのゼネラルダイナミック社で共同開発がスタートし、今に至っています。アジア太平洋地域で最大の発行部数を誇る防衛専門誌、アジアミリタリーレビューによれば、IAV2023 の会場で日本の防衛装備庁の開発室長が無人水陸両用車 FAT-R について詳細を説明したといいます。開発室長によれば、FAT-R には少なくとも有人車両と無人車両があり、無人車両ではさらに2つのモードが検討されているといいます。一つは遠隔操作モードで、別の有人車両から乗員が遠隔操作するというものです。もう一つはリーダーフォロワーモードで、こちらは有人車両に自律的に追従するモードです。こうした無人車両は人員や物資の輸送などを支援したり、離島奪還のための上陸作戦の前方部隊として犠牲者を最小限に抑えるために使用できると語ったといいます。無人の用途は入門編で紹介した防衛省の発表内容と重なりますが、無人車両に2つのモードというのは初耳です。おそらく遠隔操作モードが前衛部隊用で、リーダーフォロワーモードは海上輸送用というところでしょうか。またこれとは別にソナーシステムの実験を含む新しい車両センサーの試作作業は2024年から2025年の間に完了する予定だとしています。このソナーシステムというのが何を指しているのか分かりませんが、水中のサンゴ礁や浅瀬の機雷対策などの水中ソナーの可能性も考えられます。ではここからは展示資料からも読み解きます。いきますよ。基本性能。まずは車体サイズから。現行の AAV7 と比べると高さが1メートル低いだけで、どちらかといえば砲身を除いた一丸式戦車に近いサイズ感のようです。上陸隊員の収容人数は最大10名となっていて、座席は片側5つの向かい合った配置です。AAV7 に比べればおよそ半分の人数ですが、他国の水陸両用車では10名前後が多いので、そこまで少ないわけではないようです。次に性能モデルです。記載上では FAT-R の基本性能は大きく2つに分けることができます。
まず一つは海岸線機動性タイプです。これは傾斜角70度の岩礁やサンゴ礁でも突破できる代わりに、水上速度は時速24キロとなっています。この速度は AAV7 の約2倍の速さですが、傾斜角70度というのもかなりの急角度です。まさしくサンゴ礁対策の性能と言えます。もう一つは高速性タイプです。その名の通り、水上速度は時速37キロと AAV7 の約3倍を誇りますが、乗り越える傾斜角は50度までとなっています。水陸両用車は水上速度が時速1キロ上がるごとに、海岸線から攻撃された時の被弾率が約 5% 低下するという話もあります。それを考えればかなりリスクを抑えられるというのがわかります。この2つのタイプは2017モデル、2018モデルと縮小サイズの模型などでテストされ、その試験もすでに終了しています。ちなみに2018モデルのボリューム2という記載もありますが、こちらは時速50キロや60キロというハイエンドモデルです。もちろん模型による実証だと思われますが、ここまで来るともはや地上を走る速度と変わらないですね。この試験が今後実車にどう影響するのかは気になるところです。現在は2020モデルのフルスケール車両でテストしているようで、こちらは海岸線機動性タイプと高速性タイプの両方を実証できるようです。冒頭の映像は70度の傾斜を乗り越える際の映像と思われますが、さすがにこの傾斜を乗り越える姿は見応えがありますね。乗り越える際の水力は後部のウォータージェット2機による水圧で車体を押し出すように乗り上げます。そのためキャタピラが岩礁に設置しやすいよう少し突き出た配置もこの車両の特徴になっています。シミュレーション。傾斜を乗り越えるテストは映像のように人工的なものか、もしくはコンピューターによるシミュレーションで行っています。つまりサンゴ礁などの実地では実は1回もやっていません。これは AAV7 の時も同じだったので、 AAV7 導入時は実地試験もやらずに採用したと各方面から批判の声も上がっていました。通常車両テストは実地でも必ず行いますが、なぜ水陸両用車は実地でやらないのでしょう。防衛装備庁の資料を見るとその理由が明確に書かれていました。要約すると、全ての天候や波の高さ、海中の地形などを決められた期間内に全てテストするのは物理的に不可能なため、様々な環境を想定できるシミュレーターの方が効率が良いということです。そうなるとシミュレーターの精度が重要になりますが、シミュレーター結果と人工的な模擬環境での実車試験ではおおむね一致した結果も出ているようです。その精度は障害物を乗り越える時の車両の角度から海上航行時の海中の水流、旋回する時の海面の軌跡までかなり高い精度で再現できているといいます。サンゴ礁も一度損傷すると回復に年単位でかかることから、こうしたシミュレーターの方が環境には優しいです。現在建設中の馬毛島基地では水陸両用車用の揚陸訓練場も構える予定なので、今後もサンゴ礁など実地でやる可能性は低そうです。エンジン。車両の肝となるのが三菱製の3000馬力のディーゼルエンジンです。自衛隊車両に詳しい方ならこれがいかに異様なエンジンであるかわかると思います。現行の AAV7 でも525馬力、10式戦車では1200馬力のエンジンです。つまり単純計算で戦車の2倍以上、AAV7 では5倍以上の大出力エンジンということになります。そうなると当然エンジンサイズも大型になるのが通例ですが、それを収める車体は AAV7 よりむしろコンパクトで10式戦車と同等レベルです。これは一体どういうことなのでしょう。実はこのエンジンは10式戦車に使われた三菱の1200馬力のエンジンがベースになっています。もともとこの10式戦車のエンジンはコンパクトで大出力と海外からも評価の高いエンジンで、一時はトルコ政府が自国戦車への搭載を希望するほどでした。三菱はこの1200馬力のエンジンを改造することで3000馬力エンジンの開発に成功したといいます。ちょっとマニアックな話をすると、
もともと8気筒だったエンジンに4気筒を追加し12気筒に改造。これで1800馬力になるところにさらに2段火球などを施すことで3000馬力にしています。ベースがコンパクトなおかげで一般的な3000馬力エンジンよりもはるかに小さく軽量なエンジンになりました。まさに魔改造ですね。ちなみに防衛省の関連団体である防衛技術協会が発行する防衛技術ジャーナルには面白い仮説があります。仮にこの3000馬力エンジンを戦車に乗せた場合、130ミリ滑空砲を搭載し重装甲などで総重量100トンの戦車になったとしても、10式戦車より速い時速80キロでも走行できるといいます。もはや規格外すぎて想像もできませんね。このエンジンを搭載するファット R では陸と海で出力を使い分けるようです。水上では1500馬力のウォータージェット推進2機で合計3000馬力を発揮しますが、陸上では燃費向上のために1100馬力で運用する予定としています。サスペンション。次にちょっと変わった構造でインアームサスペンションというものがあります。三菱時代ではテラ忍者とも呼ばれていた機構です。通常天輪のサスペンション部分は油圧アームや機械制御部品が車内まで続いています。そのため車内容積をそれなりに占有するのが当たり前でしたが、このインアームサスペンションは車内に続く部品を全て車外のサスペンション内部に格納しました。これにより車内の空きスペースが生まれるだけでなく、主要部品が全て車外にあるので整備や取り付けのしやすさ、製造時の簡略化などのメリットもあります。まさに最先端のサスペンションですね。キャタピラ自体にも変わった仕様があります。ライトウェイトラバートラック、つまり軽量のゴム製履帯です。これは近年海外で普及し始めているもので、海外では CRT と呼ばれています。このメリットは何といってもその軽さです。従来の金属製履帯に比べ履帯の重量が半分程度まで軽くなると言われています。そのため車両の燃費が向上するだけでなく、走行時のノイズや振動を抑える効果もあり、乗り心地まで向上するという話もあります。これまで戦闘車両では使用環境や車体重量に耐えられないとされていましたが、近年の技術進歩により金属などを混ぜた複合ゴムができたことで実現したものです。海外では40トンを超える戦闘車両も装備する事例が出てきました。ファット R では40トン未満の予定なので、ゴム製履帯はかなり現実的です。何よりサンゴ礁に乗り上げる前提の車両なので、サンゴ礁への影響も緩和してくれそうですね。ちなみに日本でも研究は始まっていて、現在防衛装備庁と三菱重工が共同研究しています。ファット R 関係で始まったのかは分かりませんが、車両の開発計画を考えると国産ゴム製履帯も目前なのかもしれません。板と抵抗。この車両を最初見たとき、この板はなんだと思いませんでしたか？いろいろ調べてみたら、三菱が過去に出願した特許資料に真相が書かれていました。正式名称が不明なので、ここでは便宜上装甲板と言いますが、まず装甲板の機能としては地形によって形が変わるという特徴があります。水上航行時は開いている状態になり、陸上では車体にフィットするように折りたたまれるものです。水上航行時に展開していたら水の抵抗を受けて邪魔そうですが、実際は逆でした。この装甲板は底面に行くほどなだらかになっているので、前面で受けた波を車体底部に流してくれる役割があります。車体底部は突起物などの抵抗も極力排除しています。そのため底部へ流れる水流は空気も含まず乱れも少ない清流のような状態となります。これにより車体が水上滑走に近い状態になるため、ウォータージェットの水力が発揮されやすく、高速性が生み出しやすい環境になるのです。つまり高速性を生み出すための大事なパーツということですね。ちなみに三菱時代では戦闘時の防御走行になることも期待されていました。現在はどうか分かりませんが、物理的には可能そうですね。水中ではキャタピラが抵抗になるのではと気になる方もいるかもしれませんが、そこは大丈夫です。
水上航行時はなんとキャタピラは上にせり上がり車体内部に格納されます。これは先ほどご紹介したインアームサスペンションによる可変能力です。これにより車体底面はほぼ平坦にすることができ、水中抵抗を極限まで排除する構造になっているのです。しかし水中抵抗への取り組みはこれだけではありません。後部のウイングにも秘密があります。よく見ると陸上モードでは上についているものが海上モードでは下に降りています。これは航行時は水中まで下降し水中翼になります。水中でウォータージェットの水圧を当てることで揚力を発生させ、沈んでいる車体後部を少し持ち上げる効果があるのです。これにより抵抗面積をより一層減らすことができ、水上の高速性にさらに磨きがかかるという仕組みです。原理だけで言えば水中翼で船体を浮かせるジェットフォイル船に近い考えです。水中翼の自衛隊採用例は過去に1号型ミサイル艇がありましたが、2例目はまさかの水陸両用車ということになります。全くの予想外ですね。完成時期では、肝心の完成時期ですが、防衛省の公開資料では2027年までに実用試験を実施し、2028年の装備化につなげるとしています。まだまだ時間はかかりそうですが、それでもこれだけ新技術を盛り込んでいる中、スケジュール通り進んでいることには驚きです。今後の情報公開に期待ですね。他国の水陸両用車。最後に近隣諸国の水陸両用車事情にも触れておきたいと思います。ロシアは大陸国というだけあって、河川や黒海などを渡るために多くの装甲車が水陸両用機能を備えています。海から上陸する大規模な場合は水陸両用車というより武装したエアクッション艇などによる強行揚陸や空から車両を空挺降下することも想定しています。国が違えば考え方も違いますね。韓国と台湾では日本と同じく AAV7 ですが、最近韓国は後継車両の国産開発に乗り出しています。それがこの車両です。計画では20名以上収容でき、機関砲のような砲塔もあります。ただ細かい性能や数値は発表のたびに変わっているようで、未だに謎多き車両です。2029年に量産を目指していますが、23年9月には試作車で死亡事故も起きており、計画自体が先行き不透明な状態でもあります。中国では2005年に水陸両用戦車を開発しました。そして車体を共通させて派生型を生み出すファミリー化にも成功しています。そのためこのシリーズが海上に揃えば、上陸から後方支援まで完結できる強力な戦闘集団を作ることができます。他にも車両ではないですが、世界初となる無人水陸両用艇というものまで開発していて、中国軍がいかに上陸戦を重視しているかがわかります。ところで韓国、中国、日本と形が似ていると思いませんか？実は三国ともあるお手本をもとに作っていると言われています。それが過去にアメリカで開発中止になった EFV です。開発中止になったものの、水陸両用車史上最速の水上速度を誇り、強力な武装も搭載していたため、各国でも理想の水陸両用車でした。ちなみに EFV を断念したアメリカは2019年にようやく新たな水陸両用車を手に入れました。 ACV というこの水陸両用車は実はイタリアとイギリスの共同開発車両です。見ての通り8輪タイヤになったので、サンゴ礁など岩礁を乗り越える能力は AAV7 よりかなり低下しましたが、その分地上での運動性能や戦闘能力が評価され採用されました。すでに納入も始まっていますが、実は海兵隊が保有する AAV7 を全て切り替える計画までは出ていません。そのためしばらくはこの2車種の同時運用をしていくと見られています。しかし海兵隊が持つほとんどの AAV7 は実は耐久寿命がすでに過ぎており、運用自体が危険視されている状態です。なぜそれでも AAV7 を残すのでしょう。これについて専門家の間では、残った AAV7 は
ファット R に切り替えたいのではないかという話もあります。つまり ACV は寿命を過ぎた AAV7 の緊急的な代替処置であって、後継車両の本命はファット R であるという考えです。今のところそうした公式発表はないですが、日米共同開発に乗り出したタイミングも不自然だったり、当初米海兵隊も ACV の採用には反対していました。ファット R の性能なら米海兵隊の要望は満たしているどころか、無人機能までついています。そんな次世代車両をアメリカが共同研究だけで終わらせるとは確かに考えづらい話です。もし米海兵隊が採用するなら、当然攻撃能力が重視されるはずです。そうなれば無人の機関砲塔もありえますし、防衛装備庁の資料でも武装を思わせるイラストが多く登場します。米軍採用や武装についてはまだまだ続報待ちですね。離島奪還、人命リスクの低減など期待が大きいファット R。 今後もこのチャンネルではファット R の開発状況を追っていきます。